こんにちは、はずきです。今日もガッシュちゃんを見てますポンです。さて今回のお話はこちら。大戦犯、一番の苦労武器はどれということでお話ししていこうと思います。苦労武器とはありますか？わかりやすくお話しすると、苦労して作ったのにその強さに見合っていない武器はどれというお話です。頑張って重ねて育てたファーシュメル武器とメセタを使って買ったコープリセ付きのバリオクール武器、どっちが弱いかなってことポンね。だね。今ファーシュメル武器のテルミナゴ付きを頑張って作ろうとしている方にぜひ見てほしいなっていうのと、今使われている武器がファーシュメル武器のテルミナニ付きやラジャンティエ武器を使っている方は、ファーシュメル武器のテルミナを育てればどれくらい強くなるのっていうこと。ラジャンティエ武器から少しメセタを使ってバリオクール武器を作ったらどれくらい強くなるのっていう感じで見ていただければと思います。それじゃああいつもの掛け声をしてから始めていくよ。いつものポンね、任せてなのポン。せーの、やるし元気ビーちゃんビームシー。はい。いや、何それ。それでは今回の火力検証の説明をしていきます。使っていく武器は以上の通りで、相手はトレイニアにいる援護軍にブーストをかけ HT はプラス 300%、 エネミーレベルが最大になっているスーパー援護軍なのポン。また今回は火力継承なので通常攻撃 PA ガードカウンターのみを使い火ダメージゼロで戦っていきます。それでは準備が整ったので始めていきましょう。よろしくお願いします。ポン、よし。ポンギにイベルンポレス T の練習なのポン。今回は火力継承だから使っちゃダメよ。それではファーシュメルカタナテルミナ語、ファーシュメルカタナテルミナにバリオクウルカタナアンウィクス語、ラジャンティエカタナアタック5での火力検証を始めていきましょう。今回は火力検証だからおとなしい子なのポンと見せかけてこっそりにイベルンポレス T をやっちゃダメ。さてメレク武器での火力検証やプリセットの火力検証が終わり、残すところは現状で一番強い武器はどの武器なのかを決めることのみとなり、いよいよこの火力検証シーズン後も終わりが見えてきました。途中はずがミ様も遊びに来たりと大変ではありましたが、あとはこの火力検証シーズン後をまとめるだけなので、しっかりと検証していこうと思います。またはずがミ様と遊びたいのポン。それでは今回の火力検証の装備などを見ていきましょう。今回の参加選手は左上がテル5選手、右上がテル2選手、左下がアン5選手、そして右下がアク5選手です。セットしているクラスは上の2人はブレイバー、バウンサー、下の2人はブレイバー、スレイヤーです。使用するボードは全選手オプトスアーマプラス80を3つ装備しています。特殊能力は以上の通りです。合計の打撃威力はテル5選手以外はプラス 157.3% で、テル5選手はプラス 157.9% です。あれちょっと待つのポン。シュメル刀のテルミナ5付きの打撃威力が減っちゃってるのポン。今回の火力検証に合わせてちょっとだけいじっちゃった。はずがミ様が運んでそうなのポン。使用する武器はテル5選手はファーシュメル刀にテルミナ5がついています。潜在能力は必戦の型、能力は威力マイナス 14%、 クリティカル発生率プラス 100%、 プリセットはテルミナ5、クリティカル時の威力プラス 15% です。やっぱり強そうには見えるのポン。テル2選手は同じファーシュメル刀に違うプリセットテルミナ2がついています。能力はクリティカル時の威力プラス 9% です。すぐに入手できる代表的な武器ポンね。テル5選手と比べてどれくらい強いのポン。アン5選手はバリオクウル刀にアンウィクス5がついています。潜在能力は奇変の型、能力は威力プラス 29%、 その他に様々な能力がついています。プリセットはアンウィクス5、能力は威力プラス 2%、 非弱点部位への威力プラス 15% です。威力は控えめポンけどかなり強いプリセットがついてるのポン。今なら比較的お安く買えるポンからラジャンティエ刀の次に強化していく武器候補なのポン。どれくらい強いのか気になるのポン。あた5選手はラジャンティエ刀にアタック5がついています。潜在能力は勧誘の型、能力は威力プラス 30%、 プリセットはアタック5、能力は威力プラス 5% です。最近話題になってたラジャンティエ刀ポンね。他の武器と比べてクリティカル発生率が 5% 低いらしいポン。実際にはどれくらい強いのポン。さあ武器の紹介も終わり、これからという場面ですが、
そろそろ各選手動き出しそう。ここで早くもアンゴ選手がスーパーエンゴくんを倒しきりました。なんとテル5選手を抑え堂々と一番早くスーパーエンゴくんを倒しきったのはアンゴ選手でした。テル5選手が少し遅れて倒しきったのか。なんということでしょう。課金してまで作ったファーシュメル刀のテルミナ5がまさかの敗北でした。続けてここは予想通りテル2選手がスーパーエンゴくんを倒しきりました。やはり配布武器よりも少し強かったファーシュメル武器のテルミナにつき、あた5選手も今スーパーエンゴくんを倒しきりました。ポンはとっても複雑な気持ちでいっぱいなのポン。それでは結果まとめとお話ししていきましょう。全選手お疲れ様。それでは結果発表のお時間です。ポンはとっても複雑な気持ちなのポン。今回はこの武器の中で一番の苦労武器はどの武器なのかということで、防具や威力上昇値をほぼ同じにし、サブクラスをそれぞれに適したサブクラスをセットし、トレイニアにいるエンゴくんにブーストをかけ、通常攻撃 PA ガードカウンターのみを使用し、被ダメージゼロで戦ってきました。それでは気になる結果を見ていきましょう。それがこちらです。じゃん。テル5選手は3分10秒、テル2選手は3分22秒、アンゴ選手は3分5秒、そしてアタ5選手は3分32秒でした。はい、大先輩な武器が決まりました。苦労して作ったファーシュメル武器のテルミナ5付きがまさかの敗北なのポン。っていうかこれなんでなのポン。おそらく武器の潜在能力の威力上昇の差が大きく出てしまったかなって思うかな。どういうことなのポン。ファーシュメル武器の潜在能力の威力上昇ってマイナス 14% に対して、バリオクール武器の威力上昇ってプラス 29% なのね。だから威力上昇の差だけを見てみると 43% も差があるっていうことになっちゃうの。うわ大きな差なのポン。確定クリティカルとテルミナ5の効果で強くなってるとはいえ、この大きな差を覆すことは難しかったっていうことになるかな。なるほどポンね。じゃあ今持っていない人は作らなくてもいいのポン。それはまだ何とも言えないのよね。1月末にプリセットとファーシュメル武器の調整が来るのポンね。だね。だから作れたらラッキーくらいに思ってるくらいでいいかなって思うかな。わかったのポン。じゃあ作れなかったらどうしたらいいのポン。ラジャンティエ武器を使ってるっていう方が多くいらっしゃると思うんだけど、無理にファーシュメル武器のテルミナに月に乗り換える必要はないかなって思うかな。この火力検証の10秒の差ってそこまで大きくはないと思うからね。ふむ。ファーシュメル武器のテルミナにつきってラジャンティエ武器よりもちょっとだけ強いって感じなのポンね。そういうことだね。でも現状で入手のしやすさを考えるならバリオクール武器のアンウィクス5付きがお安く手に入るから、これからを考えるなら準備しておくといいかもしれないね。了解しましたなのポン。はい、ということで今回の火力検証のまとめに入ります。今回の火力検証のテーマである一番の苦労武器はどれということについては、マイショップで購入できるバリオクール武器のアンウィクス5に負けてしまったこともあり、この武器作成の労力に見合った性能ではないと考えますので、ファーシュメル武器のテルミナ5付きが一番の苦労武器ということとします。調整前のお話ポンから調整後はまだわかんないのポン。ではラジャンティエ武器だけを持っていればいいのかと考えてみるとそうでもなく、これからを考えるとバリオクール武器のアンウィクス5付きを強化しておくことをおすすめします。これからっていうとバリスリージョンの戦闘セクションに新しいランクが追加されることっぽいよね。だね。だから戦闘セクションで丸グルをするっていうことになると思うから、対通常エネミーにも強いアンウィクスが大活躍なのポン。だね。今回の火力検証で対ボスエネミーにも強いっていうことも分かったから、バリオクール武器のアンウィクス5付きを強化しておくっていうことが私はおすすめかな。ラジャンティエ武器を使っている方はぜひ考えてみてほしいのポン。はい、ということで今回の火力検証は以上になります。それでは以前の動画に書かれましたコメントを今から返していこうと思います。突然始まったコメント返しのコーナーなのポン。一つ目はこちら。なんでエンゴくんとばっか戦うのっていう質問がはずきちゃんから来てたんですが、なんでこれはずきちゃんからなの？いやだって気になる人が絶対いると思ったからなのポン。確かにそれもそうよね。この質問については、エンゴくんは適度に攻撃してくるので PP キレを起こさず戦いやすいということと、一番慣れているからということですね。火力検証って決まった動きをしなきゃだから
TPA 切れとか考えると最適な相手なのポンね。だね。あんまりうろうろされても火力検証は成り立たないし、難しいところよね。でもそれってプレイヤーズ GO というか、火力検証的にはどうなのっていう方もいるのポン。例えば毎回援護くんと戦う意味はとか、アンミックスって援護くん以外だと弱いんじゃないのっていうコメントがあったのポン。そうよね。確かにそう思われる方もいらっしゃると思うので、実際に違うのか見てみようね。ということで、通常のダークファルスのダウン中にやってきました。左側がファーシュメル刀のテルミナゴツキ、右側がバリオクウル刀のアンミクスゴツキで、火力検証と同じ動きをしてみます。はい、ストップ。左側、ファーシュメル刀のテルミナゴツキの DPS が2850、右側、バリオクウル刀のアンミクスゴツキの DPS が3216でした。おー、バリオクウル刀アンミクスゴツキの方が強いのポン。ということで今見ていただいた通り、弱点部位を攻撃しても非弱点部位を攻撃しても援護くんと戦う火力検証の結果と思っていたよりも大差ないんですね。バリオクウル刀のアンミクス5の方が DPS が高かったのポン。ただ現状で弱点部位だけしか攻撃できないボスエネミーで決まった動きをするっていうのも難しいので、援護くん相手の火力検証で納得していただければと思います。違うボスエネミーや違う武器で戦うのを見てみたいという方もいると思うポンけど、そこはポンがハズがミ様と頑張って遊んでいくポンから違う味を感じてほしいのポン。はい、ということで次のコメントはこちら。極み援護くんがダウンしてる時に不要点内を連発してたけど、アリイベルンポレス T のことポンね。次元斬挟まない方が火力出るっていうコメントですね。それはポンが使ってる必殺技ポンから強いに曖昧なこと言わないの。ということでこちらも実際に見ていきましょう。上の2人はカスタム2、下の2人はカスタム3で、左の2人は不要点内を打ち続け、右の2人は次元斬を挟んで攻撃していきます。はい、ストップ。カスタム2の打ち続けの DPS は10677、カスタム2の次元斬ありの DPS は10329、カスタム3の打ち続けの DPS は9994、そしてカスタム3の次元斬ありの DPS は10208でした。ということでこのコメントの答えは、カスタム2の場合打ち続けた方が強く、カスタム3の場合次元斬を挟んだ方が強いということですね。さすがポンのニーベルンポレス T なのポン。ハズがミ様の長級部はズガミザンもまあまあなのポン。全く同じ技なんだけどね。ところで、なんでポンたちはカスタム2なのポン？一般的にはカスタム3だって聞いたことあるのポン。それはメリハリをつけて不要点内を打つからかな。なんでそうするのポン？それはね、2ボタンの操作で遊んでいるから合間合間に不要点内を打つことができないっていうことと、棒立ち状態の刀の DPS を上げるためだね。なるほどポンね。でも棒立ち状態の DPS を上げたいならそれこそマルチウェポンしたらいいと思うのポン。まあそうなんだけど、それは刀だけにこだわりたいからマルチウェポンは今のところ考えてないかな。火力検証的にどうなのっていう部分が出てきちゃうからね。なるほどポンね。棒立ち状態の DPS を上げたいって思ったら、サブクラスはバウンサーで靴をマルチウェポン化して、ボスエネミーがダウン中にインテンとか G カーを打つといいかなって思うかな。今度試してみるのポン。はい、ということで今回のコメント返しは以上になります。また気になるコメントをいただけましたらこちらで検証してお話できればと思いますので、コメントの方もよろしくお願いします。よろしくお願いしますなのポン。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。バリスレーションに追加される新しいランクの戦闘セクションに向けての最後の準備期間となってきましたので、ご自分の状況に合わせて準備を進めていただければと思います。ポンの準備はバッチリなのポン。次回は現在の武器での頂上決戦、メレック刀アンミクス4とフリューウガルド刀プリセットなしで火力検証を行っていきますので、引き続き私たちのチャンネルと火力検証シーズンをよろしくお願いします。よろしくお願いしますなのポン。次回も引き続き見てくださる方はぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会えることを楽しみにしています。ここまでのご視聴ありがとうございました。バイバイ。ポン。